甘いやめるです。今回のパラドックスは平等なはずの多数決で起こる問題、投票のパラドックスについて紹介するよ。多数決は日常でよく使う手段だけど、一体どんな落とし穴があるのか一緒に見てみよう。日本一のラーメンを決める大会が開催された。決勝戦、優勝を争うのは A さんの作るラーメンと B さんの作るラーメンだ。審査員は5人いて、それぞれ味、匂い、見た目の美しさの項目で競う。今、審査結果が発表され、3人の審査員が B さん、2人の審査員が A さんを選び、B さんが優勝した。だがここで A さんが異議を申し立てた。各項目の投票状況を教えてほしいというのだ。実際の各審査員の投票内容はこんな感じだった。よく見てほしい。確かに3人の審査員は B さんを選び、2人の審査員は A さんを選ぶ結果になっているが、各項目をそれぞれ見てみると、全てにおいて A さんが B さんの得票数を上回っている。それなのに優勝は B さんになった。なんでこんなことが起きたのだろう。これが投票のパラドックス。結論から言うと、実は多数決っていうもの自体、欠陥のある決定手段なんだ。だからこんなことになるんだね。もう一つ、次はこんな例を考えてみよう。仲良し3人組の A さん、B さん、C さんがランチに何を食べるかで話し合っている。ランチの候補はお寿司、うなぎ、もんじゃ焼きの3つ。なかなか決まらなかったので多数決で決めることにした。まずお寿司とうなぎで多数決を取ったところ、2対1でお寿司の勝ち。そしてもんじゃと勝ち上がったお寿司で多数決を取ったところ、2対1でもんじゃ焼きの勝ち。結果、もんじゃ焼きをみんなで食べに行くことになった。平等にランチのメニューを決めることができたはずだが、この結果に何か問題があるだろうか。この多数決の結果を詳しく見ていこう。3人のそれぞれ食べたかったメニューの順番がこんな感じになっていたとする。すると、確かにこういうトーナメントを組むと、さっきのようにもんじゃに決まるけど、もしこんな風に最初にもんじゃとうなぎ、最後にお寿司でトーナメントを組むと、もんじゃとうなぎは1対2でうなぎの勝ち、うなぎとお寿司は1対2でお寿司の勝ちとお寿司に決まっちゃう。同様に最初にもんじゃとお寿司、最後にうなぎでトーナメントを組むとうなぎに決まる。3人の好みは変わってないのに、トーナメントの組み方で結果が変わってしまうんだ。大問題だよね。これも投票のパラドックス。このパラドックスは集団で見たときに、もんじゃよりお寿司、お寿司よりうなぎ、うなぎよりもんじゃのように好みが堂々巡りしてしまっていることから起こるんだ。これも多数決の欠陥と言えるよね。投票のパラドックスは18世紀の社会学者コンドルセが発見したから、コンドルセのパラドックスとも言われてるし、投票の逆理とも言われているよ。多数決には欠陥があるって言ったんだけど、それが実は数学的に証明されているんだ。アローの定理って言うんだけど、今回は簡単に紹介するね。この5つの文は、投票で何かを決めるときには当然満たしててほしいよねっていうような5つの条件なんだけど、この5つは同時には満たせないことが分かっている。それがアローの定理。1、選ぶ順番は個人の自由。2、独裁者はいない。3、集団の全員が X より Y が好きなら、集団としても X より Y が好き。4、X より Y、Y より Z ならば X より Z であるということを満たす。5、X と Y に関する選択は第3の選択肢やその他のものに影響されない。どれも当たり前に満たしてそうなのに、それができないって不思議な感じだよね。多数決には欠陥があることが分かったけれど、じゃあ一体どうやって物事を決めればいいのって思うよね。例えば、過半数じゃなくて4分の3以上を満たす
というふうに条件を厳しくすれば結果はだいぶマシになることが分かっているよ。また、各々の候補に投票者がつけたランキングの順位に対応した点数を与えることによって1位を選ぶ方法もある。すべての票が集計され、点数を計算し、最も得点の高い候補が勝者となる方法だね。多数決っていうのは欠陥がありながらもとても便利な投票方法だから、いろいろな条件を加えることでなんとか公平性を保とうとしてるんだ。他にも様々な投票ルールがあるから、よかったら調べてみてね。まあ、とにかく集団での意思決定はとても難しいってことだね。はい、ということで今回は投票のパラドックス、コンドルセのパラドックスについてのお話でした。多数決は少数派の意見を握りつぶしちゃうという点でも難しいところがあるよね。私もみんなでランチを食べるとき、あんまり食べたくないものになっちゃうこともあるんだよね。私の好きな食べ物はもんじゃ焼きなんだけど、これがなかなか選ばれないんだよね。